おはようございます。今日は、ブラガに来ました。もうずっと本当に来たかった自分の行きたい街リストの中で今一番上にあった、街なので本当に待望の、ブラガ訪問です。今日は、日曜日なんですけど、バスに乗ってリスボンから、ここまでですね4時間ぐらいでした。で、今お昼なんですが、もう今お腹ペコペコなので、まず昼食をとろうと思います。ブラガに住んでいる、知り合いの方が教えてくれた、おすすめのレストランがあるので、そこに行ってブラガの、ローカル料理食べようと思います。このタラの身がめっちゃプリプリ、分厚い、美味しいです。味付けはすごい優しい。バカラウのブラガめっちゃ美味しかったです。タラがあんなにこうふっくら揚げれるのすごい多分技術なんだと思います。すごいふっくらしてて、でなんかあれ揚げたタラに、パプリカとオニオンのソテー、多分酢とかでソテーしてるんですけどかかってて、そう若干ちょっと日本人からしたら少しおしゃれ中華っぽい味かもしれないんですけど、すごい美味しくて、ただ今日日曜日で店お昼しか開いてないんですけど、普段夜もやってるので夜行った方がいいかもです。すごい量なのでランチの量じゃない気がしました。すっごいお腹いっぱいです。今めちゃくちゃ量多かったので、どちらかというと雰囲気的にもディナーっぽい感じですごい素敵な店内なので、量を考えてももしかするとディナーがいいかなって僕は思いました。でもすごいいいお店でした。おすすめです。店員さんもみんなすごい接客素敵で陽気でよかったです。今アベニダセントラル公園という、街の中心の方にある大きい広場なんですけど、この広場も綺麗ですし、この広場の両脇にポルトガルらしい可愛い建物がぎっしり並んで、ところどころに教会の頭が見え隠れしてるのがすごい綺麗ですね。めっちゃ綺麗、この街すごい綺麗です。なんかこれは今まで行った街で似た雰囲気の街なかったかもしれないです。このパドロン石柱が大航海時代にジョアン2世王の従者であったディオゴ・カンが1480年にアフリカに最初のパドロンを設置した。このパドロンは石で作られてて、ポルトガルの武器を刻んだ柱状のオブジェで、征服した土地土地にこういうものを設置してポルトガルの主権を主張していたと
いうことです。本当にブラガの街、まさに本当に古都の空気をすごい漂わせてますね。もうそこら中にこういうモニュメント、お城、教会がひしひし立ち並んでいて、本当に全然今まで見たことないような雰囲気の街です。唯一無二ですね、この雰囲気と空気。動画で伝わるのかな、本当に独特の美しさなんですよ。これ全然市街地なんですけど、これはサンタバールバラ庭園です。すごい花の数ですね。さっきの広場もそうですけど、この広場もそうですし、村が結構花すごいいっぱい植えてある気がします。花壇がいっぱいあって、花がたくさん植えてあるので、なんか花のイメージがあります。これが民謡大学ですね。僕ちょっと今日日曜日なので中入れないんですが、平日空いてる時間は無料の見学エリアもあるらしいです。めっちゃ素敵ですね。この通りの雰囲気、本当に古都に来た気分です。めっちゃ素敵。でこの通りの一番端にあるのがアルコダ・ポルタノバというブラガの街の象徴の一つと言われているこの門です。ちょっと僕反対から来ましたが、ブラガの街の入り口って言われるそうです。このポルタノバっていうのがポルトガル語で新しい門っていう意味ですね。かつて城壁に囲まれてたこのブラガの街の入り口になっていた門で、そうもう今はそのなんていうんですか、城壁としての役割を終えてますが、こんな感じで旧市街と新市街の、隔てる位置にあるこう新たな機能としての入り口になっているという、場所でございます。やっぱり入り口から見た方が素敵ですね。ちょっと横に工事現場が入っちゃいますが、お土産屋さんがめっちゃ可愛いです。ちょうどキッチンタオル買いたいと思ってたところなので、これとか買おうかな。いい感じ。ここはですね、11世紀から建てられ始めたポルトガル最古の大聖堂です。ロマネシク、ゴシック、バロック、さまざまな建築様式全部融合しているので、本当にこの10世紀にわたる長い歴史を物語っている建築です。すごいです。重厚感。光と影のコントラストがすごい美しいですね。この中庭の周りを囲っているこのアーチの回廊、こういう繊細な作りと、この中庭も本当に綺麗で、
ちゃ感動でした。もう11世紀のポルトガル最古の大聖堂っていう前知識もあるので、より重く重みのある空気感を身をもって感じて、とっても良かったです。ブラガの司教はローマ教皇よりも偉いとか言われることもあるほど、この大司教区の権威はすごいものであったということです。ここはやっぱりブラガに来たらどうしても見なきゃいけないスポットですね。とっても良かったです。やっぱりこの通りも花壇が大きいのがあって花がいっぱいです。では一旦街散策は切り上げて、ボムチェズス聖域というプラガで一番の、観光名所あるので、そこに向かいます。そこが市街地からちょっと離れていて、バスで20分ぐらい、かかるのでバスに乗ろうと思います。ボンジェス・ド・モンテセ駅来ました。バスが全然来なくて、このまま待ってたら閉園時間になっちゃうので、ウーバーで来ちゃいました。で、なんか車での入り口がフロントとバックの2種類入り口あるらしくて、よく分かんなかったんで、とりあえずバックの方に来てみました。さっきお見せしたみたいに公園とか大きい池とかボートとかいろいろあって、地元の皆さんピクニックしに来てる方が多いです。上から眺めるとこんな感じです。下から見たいですね。ちょっとまた後で下からの景色撮ります。ちなみにこの階段の一番上ですね、頂上にあるこの白亜の教会、これが、ここの名物の一つなんですが、ここは中撮影禁止らしいので入ってきます。さあ階段を下っていきます。結構大変そう。まだほんのちょっとしか降りてないですが、ちょっと降りただけでも見上げるとこんなすごい景色です。この回廊はですね、577段あるらしくて、この意味しているものは人が罪から救済されるまでをこの麓から上がるまでの道で表現しているらしいです。なんかそう思うと登りたくなりますよね。僕ちょっとそれを考えながら今登ろうかなと思って降りた道また登ってるところなんですけれど、そういう深い意味があって建てられてる階段らしいです。途中でこういう木陰の涼しいエリアもあるのでちょっと安心しました。ずっと日向はきつい。階段一区画ごとにこういう感じで、ここだとチャペル・オブ・ダークネスとかこういう感じでいろんな展示がされています。聖域の一番下の入り口ですね。下まで降りてきました。麓にはケーブルカーの駅があって、聖域の頂上までケーブルカーで3分ぐらいで登れるようになってます。僕はちょっと今回乗らなかったですが、これかなりエコで
水力式で走ってるらしくて、すごいですよね。もう電気を使わずに、もう開業当時1882年に開業した時からずっとこの水力式で登る仕組みになってるそうです。しかもこれポルトガル最古のケーブルカーなんですって。すごいですよね。19世紀からこの最古のケーブルカーが同じこう方式で残っていて、今も現役で使われてるってすごいなと思います。ポルトガルらしいと思います。こちらがティビアス・デ・ブラガという骨のような細長いこのサクサクの生地にカスタードクリームが挟まっている、すごく素朴で美味しいお菓子です。で、もう一種類ブラガのお菓子頼んだんですが、もう一つが、ブラガ風のプリンですね。プディンアバデ・デ・プリスコスというプリンで、こちら普通のプリンと違ってベーコンとかポートワインを使って味付けしていて、すごいリッチで濃厚で美味しかったです。目の前が庭園で花がすごい綺麗です。ティビアはですね、もうシュークリームっぽいですね、味は。見た目もこんなシュークリームにちょっと近い感じで、初めて食べるけどなんか懐かしい味です。はい、バステラリアを出て、今また庭園に来て、ちょっとゆっくりしてるところです。もう、僕8時のバスに乗るので、今もう7時過ぎなので、ここでちょっとゆっくりしたらもう、あとちょっとだけ散歩して、帰るという流れです。ブラック来て本当にやっぱりそうこのこと特有の雰囲気っていうんですかね。ボンジェズスの先ほどの階段もそうですし、ポルトガル最古の、セントマリアもそうですし、めちゃくちゃ歴史を、感じれて、あとはやっぱりこうやってたまに、リスボンから離れた郊外に来るとなんか生きた文化を感じるっていうんですかね。そこに根付いてる歴史とか生活をやっぱり散歩したりとかそういう場所に行ったりして感じられるので、やっぱりこうやって、こうリスボンから離れた場所に来て人々を見たり文化に触れるのはすごいいいなと思いました。なんか自分の価値観も広がるし、自分と向き合うきっかけにもなるし、今日改めてそれを感じる一日でした。とっても本当に良かったです。ブラガは本当にずっと来たい街だったので来れて良かったし、想像していた以上にも正直いろんな情報調べてたので、なんかもう見たことある景色ばっかりではあったんですけど、やっぱり実物触れてみて、そうさらにやっぱりその美しさにとっても魅了されました。すごい良かったです。すごい暑かったのでめちゃくちゃ疲れたけど、とてもいい、旅行になりました。やっと来れてよかったです。本当にいろんな人にコメントとか、でブラガ早く行ってみてくださいって一番多分おすすめもらってた場所なので、そうやっとって感じです。やっと来れてよかったです。はい、じゃああとはちょっとだけ散歩して、そうですね、次の場所に向かっていこうと思います。じゃあ、今回のブログはここで、締めになるかと思うので一旦バイバイです。バイバイ。